南北朝時代初期、南朝側の主要人物が相次いで亡くなっていきました。これによって南北朝の争いは北朝が勝利するかのように見えます。しかし、北朝についた室町幕府が内部分裂、南北朝の動乱はさらに苛烈になっていくのでした。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は官能の上乱についてお話ししていきます。前回までの動画では南北朝の対立について見ていきました。ここまでは南朝対北朝という構図だったのでまだわかりやすいのですが、今回からお話ししていくのは南北朝の対立に幕府の内部分裂が絡んでいきます。ここから先は複雑すぎて混乱しやすいので、先にこの動画の全体像を説明します。主な登場人物は足利尊氏と河野諸直と足利忠義です。尊氏はほぼ隠居しているので最初は戦いに関わってきません。つまり最初に争うのは諸直と忠義です。この戦いは諸直が勝利するのですが、負けた忠義が京都から姿を消します。ここからが官能の上乱ですね。忠義は姿を消してどうしたかというと、なんと南朝に寝返って河野諸直を倒そうとするのです。こうして忠義と河野諸直が再び戦い、今度は忠義が勝利します。この戦いで結果的に諸直は死んでしまったので、残ったのは忠義と尊氏です。つまり官能の上乱の前半戦は忠義と諸直の対立です。その後残った尊氏と忠義が対立。この時尊氏も南朝と和睦するのでさらに複雑になります。これが官能の上乱の後半戦です。このように前段階、前半戦、後半戦と分けて考えると少しは分かりやすくなるかもしれません。では前置きが長くなってしまいましたが、詳しく見ていきましょう。河野諸直は四条畷の戦い以降大きく勢力を拡大していました。南朝型の武将楠木正面を討ち取り、南朝型の本拠地吉野を焼き払ったからです。当時の幕府の主要人物は足利尊氏、足利忠義、河野諸直などがいますが、尊氏はこの頃ほとんど隠居に近い状態だったので、とりあえず今は考えません。残ったのは忠義と諸直ですが、問題はこの頃から少しずつこの二人の仲が悪くなり始めたということです。四条畷の戦いで手柄を立てた諸直が勢力を強めたので、対する忠義は勢力を弱めていきました。そんな足利忠義には養子がいました。足利忠冬です。忠冬は重要人物になってくるので覚えておいてください。この忠冬ですが、実の父親は尊氏です。尊氏が若い頃に一夜限りの関係を持った女性に産ませた子と言われています。この落とし子である忠冬を忠義が引き取って養子としました。そういった経緯がありますので、尊氏は忠冬のことを嫌っており、あまり良い待遇はされていませんでした。しかし忠義は忠冬のことをすごく可愛がっており、忠冬も実の親である尊氏より忠義を慕っていました。この忠冬ですが、長門短大に任命されて京都を離れます。忠冬がいなくなった京都では、忠義と諸直の対立が表面化する事件が起きます。河野諸直暗殺未遂事件です。計画したのは足利忠義。それにはこんな経緯がありました。当時有名なお坊さんに無双礎石という人物がいました。忠義も無双礎石のことを深く信頼しており、ある時忠義はとある僧を紹介されます。妙吉です。これ以降忠義は妙吉も信頼するようになったので、その他の武士や公家も忠義殿が帰依するならばと妙吉に帰依するようになりました。しかし幕府には神仏なんて信じない人物がいます。河野諸直です。妙吉は自分のことを尊重しない諸直をよく思っていなかったらしく、その噂を上杉重義と畠山直宗が聞きつけます。妙吉は諸直のことが嫌いらしい。これは好都合だって感じです。この二人も諸直のことをよく思っていなかったので、妙吉を利用しようと考えるのです。まず妙吉に諸直の悪口を吹き込んで、次に妙吉が忠義に悪口を吹き込んだのです。忠義は妙吉のことを信頼しているので、諸直暗殺を計画。しかし身の危険を感じた諸直が自宅に逃げ込んだことにより、
この計画は未遂に終わってしまいます。この事件の後、河野諸直は幕府へ出てこなくなったので、忠義と高氏は河野諸直を執事から解任します。しかし、諸直も黙ってはいられません。ここから諸直の反撃が始まります。兄弟の諸安を上洛させて、京都に軍勢が集結。有力武将が多数諸直に従いました。これに対して忠義は高氏の邸宅に逃れるのですが、諸直の軍勢が高氏の邸宅を包囲。この騒動の結果、忠義の引退と河野諸直の復権、悪口を言った上杉重義と畠山直宗の流罪が決まりました。ちなみに妙吉はすでに逃げ出しています。しかし、その後、上杉重義と畠山直宗は流罪先の越前で殺されてしまいます。ここで上杉氏が河野諸直の命令で殺されたことが、後に伏線となりますので覚えておいてください。忠義の没落は全国に影響がありました。まず、忠義派の忠冬に、諸直によって打ち手が差し向けられます。これによって忠冬も没落、九州へと逃げ延びていきます。また、忠義が引退したことにより、幕府内に空いた穴を埋める必要がありました。これに選ばれたのが、鎌倉にいた足利義昭です。しかし、そうなると、鎌倉で政務を行う人物がいなくなります。これに選ばれたのが足利元氏でした。ちなみにこの頃、足利元氏はまだ9歳。政治を行えるわけがないので、上杉憲明、河野諸冬が補佐しています。これによって鎌倉でも、忠義、諸直に似たような形が出来上がりました。こうして忠義と諸直の争いは処理が終わり、一見落着のように見えました。しかし、忘れてはいけないのが、足利忠冬の存在です。九州に行った忠冬は、肥後の豪族の支援を受けて国内を従えていき、中国地方にも忠冬に呼応する勢力が形成されていきました。西側で忠冬が勢力を伸ばしていることに危機感を持った高氏は、河野諸安を忠冬討伐のために派遣。しかし、これがなかなかうまくいきません。諸安が石見で忠冬勢力と争っている時に、情勢がさらに変化。北九州の商人、大友まで忠冬につくのです。さすがに手に負えないと感じた高氏は自ら出陣。京都を義昭に任せて西へと向かいます。しかし、高氏が出陣する直前に、忠義が京都から姿を消していました。とはいえ、高氏と諸直にとって、それより緊急性が高いのは九州の忠冬です。高氏たちは西を目指して進んでいきました。しかし、姿を消した忠義は予想外の行動に出ます。なんと、南朝に降伏を申し入れるのです。諸直を倒すために南朝の権威を利用しようと考えたのでしょう。しかし、南朝からしてみると忠義は敵の武将、簡単に受け入れることはできません。いろいろと議論された結果、とりあえず忠義を受け入れてこちらも利用し、南北朝合一を果たそうと考えました。こうして忠義と南朝は相互利用の関係になりました。こうなると、またしも情勢は変わります。高氏と河野諸直、諸安は東西を挟まれる形になりました。しかも、忠義を追って南朝に味方する武士が多数現れ始めた上に、忠義派の軍勢が京都を攻略していきました。こうして石清水八幡宮を本陣とする忠義と、当時を本陣とする義昭で戦いになります。忠義が南朝に降伏するという予想外の事態に高氏は京都へと引き返していますが、すでに京都は忠義派によって囲まれています。孤立した義昭は京都防衛を断念。京都を捨てて高氏と合流します。しかし、忠義の標的はあくまで諸直です。兄の高氏と争う気はありません。こうして京都市街で戦いが行われていくのですが、忠義派の軍勢は増え続けていきます。この状態はまずいと感じた高氏は丹波寺を通り播磨に撤退していきました。忠義と河野諸直の対立は全国へと広まっていきました。先ほど東国では忠義と諸直の対立に似た構造が出来上がったと言いましたが、その東国では忠義派の上杉憲明が挙兵、対する河野諸冬は元氏を報じて上杉憲明討伐に動くのですが、忠義派によって元氏は奪われてしまいます。こうなると諸冬は劣勢です。結局河野諸冬は自害してしまい、東国は忠義派の勝利となるのです。
すでに欧州でも同じような戦いが起こっており、こちらも忠義派の勝利。このような戦いが全国で起こるのですが、多くの場合は忠義派が優勢。この戦いは忠義の勝利に決まったように見えました。しかし、高氏と諸直は諦めません。河野諸泰も石見から引き上げて高氏と合流。軍勢を東へと進めていきます。こうして起こったのが内出浜の戦いです。この戦いはどちらも多くの戦死者を出したものの、忠義の勝利に終わります。忠義の挙兵の名目は、河野諸直、諸泰の中罰であって、兄である高氏と対立しているわけではありませんでした。ということで、高氏が忠義に使者を送って和睦します。忠義が提案した和睦の条件は、河野諸直、諸泰の出家でした。高氏たちはこの条件を飲むことにして京都へと帰っていきます。しかし、覚えているでしょうか。高一族に恨みを持っていた一族がいたはずです。上杉氏です。讒言の罪で流罪になった上杉重義が河野諸直によって殺されており、上杉氏は復讐の機会を伺っていたのです。こうして京都へ行く河野諸直たちを待ち受けていた上杉氏の者が一行を襲撃。河野諸直、諸泰はこの襲撃で死亡。高一族の滅亡によって観音の上乱の前半戦は幕を閉じるのです。こうして高氏と忠義が京都へと戻り、戦後処理が行われます。大きな処理は3つあり、恩賞問題、高一族を滅ぼした上杉氏の者の処遇、忠冬の鎮西短大任命でした。順番に説明していきます。まず恩賞問題ですが、これまでの戦いの中で忠義は諸直派、つまり高氏派の武士の所領を没収して忠義派の武士に与えていました。これは高氏としては見過ごせません。高氏派として戦った武士の所領を返せと主張します。しかし忠義としても、お兄ちゃんが返せって言ってるからこの前あげた領地を返してくれないかなとは言えません。最終的には忠義が折れて、諸直との戦いの間、最初から最後まで高氏に従っていた武士の所領を一番最初に安堵することとなります。その後でそれ以外の武将に恩賞を与えていくのです。この時、恩賞を与える権利は忠義ではなく高氏が持っていました。そうなると周りの人たちは、忠義についていても恩賞はもらえない、これからは高氏の時代だと考えるようになり、忠義の勢力は弱まっていくのです。次に上杉氏の処遇ですが、高氏は死罪を要求します。大事な執事河野諸直を殺されたのですから、当然といえば当然です。しかし忠義との話し合いの末、最終的には流罪で落ち着きました。最後に忠冬の鎮西短大任命ですが、これは忠義にとっては有利な決定です。忠冬は実の父高氏よりも育ての父忠義の方を慕っていたので忠義派。その忠冬が幕府の要職に就くということは、忠義にとっては嬉しいことだったでしょう。高氏と忠義の間の和平交渉はこうして終わったのですが、これとは別にもう一つ重要な課題が残っていました。南朝との関係です。忠義は戦いの前に南朝に降伏していましたので、この頃ものすごく複雑な立ち位置にいました。この後、忠義は北朝と南朝の講和交渉を行っていくことになります。この時、南朝からは楠木正則が連絡役として奔走しており、彼は正成の子で正面の弟です。予想がつくと思いますが、この交渉が難航します。あれほどいがみ合っていた北朝と南朝です。そう簡単に行くはずがありません。南朝の主張は、南朝は後醍醐天皇から神義を受け継いだ正当な天皇である。まずは南朝に政権を返せという主張で、幕府の主張は、そんなことを言うなら光明天皇も後醍醐天皇から神義を受け継いだ正当な天皇だ。まずは幕府を認めろという主張です。こうなると交渉はなかなか進まず、最終的にこの交渉は決裂。南北朝合一とはなりませんでした。また幕府内部ではまたも内輪もめが起こり始めます。義昭と忠義の不仲が表面化していくのです。この時政治を行っているのは義昭だったのですが、それは表面上の話。実際に政治を行っているのはその後ろにいる忠義という構造だったので、この状況に義昭が反発。忠義おじさんは引っ込んでてくれ。
俺だって政治を行えるって感じでしょうか。義明は非公式な機関を独自で立ち上げて、ここで政治を行い始めます。この非公式な機関のことを御前沙汰と言います。これによって政治は御前沙汰で行うようになったので、忠義の権力は義明に吸収されていき、忠義の勢力は弱まってしまいます。こうして忠義は孤立していき、最終的には政務から引退。そんな時に近江と播磨で反乱が起こります。佐々木道与と若松典助が南朝に寝返ったのです。この反乱を鎮圧するために、高氏が近江、義明が播磨へと出陣。これらを見送って京都に残った忠義ですが、周囲を見回すと、ある違和感を持ちます。京都から高氏派の武将たちがみんないなくなっているのです。もしや高氏と義明は私を挟み撃ちにする気ではないか。そう考えた忠義は、このまま守備に適していない京都にいるのは危険と判断し、京都を脱出。こうして忠義は北陸の金ヶ崎城に到着。関能の上覧後半戦が始まるのでした。忠義が越前へと向かった。これによって天下は3つに分かれます。うちのチャンネルは大学受験レベルなので分かりやすくするために色分けしましたが、本来であればこんなに単純に色分けできるわけではないということを断っておきます。しかしこうやって見れば忠義が北に逃げた理由もわかると思います。山陰の山野を通じて九州の忠冬と連絡を取ることも可能だし、神漬の上杉や信濃の諏訪を通じて関東と連絡を取ることも可能です。これに対して高氏は東海や四国、そして一部の山陽の勢力、そして忘れてはいけないのが南朝です。彼らも京都進出を狙っています。このように高氏派、忠義派、南朝という3つの勢力が並び立っているので、この状態のことを三者定立と表現されることがよくあります。さて、忠義が京都から去ったと聞くと、高氏と義明は京都へと帰ってきます。そしてすぐに忠義、南朝と和平交渉を行いました。先に忠義との交渉、後で南朝との交渉を見ていきましょう。まずは忠義との和平交渉ですが、高氏は忠義のもとへと使者を派遣して和議を申し入れました。忠義と争う気はないと説明するのです。しかし忠義はこの交渉に応じませんでした。交渉決裂により高氏と義明は近江へと出陣。これを受けて忠義も近江へと軍勢を派遣します。こうして2つの勢力が近江で戦いになるのですが、この戦いは最終的に高氏派が勝利。再び和平交渉が行われます。しかしここでも交渉は決裂。忠義は北陸を通って関東へと向かいます。次に南朝との和平交渉です。高氏は忠義との和平交渉とともに南朝との交渉を進めていました。度重なる交渉の末、高氏は南朝との講和を成し遂げるのですが、問題はその講和条件でした。政権を全面的に南朝に返すという条件だったのです。いわば南朝に対する全面的な降伏。幕府が北朝から南朝に寝返ったということでした。こうして高氏は南朝から忠義追討の臨時を獲得。京都の守りを義明に任せて、高氏は東海道を東へと下っていきます。中仙台の乱の時に忠義を助けに行ったこの道は、今や忠義を討伐しに行く道となったのです。こうして始まったのが幸田山の戦いです。この戦いでは東海道を下ってきた高氏の軍勢と東海道を登ってきた忠義の軍勢がぶつかって戦いになります。しかしこの戦いで鍵を握っているのは高氏や忠義ではありません。下野の国から忠義の後ろを取るように回り込んできている高氏派の軍勢でした。これらの軍勢が後方から近づいてきたことにより、忠義は挟み撃ちにされてしまい、忠義軍は崩壊。追い詰められた忠義は高氏の勧告を受け入れて降伏するのでした。こうして高氏と忠義は鎌倉へと入ります。正平7年正月5日のことでした。昔2人で見た鎌倉の風景と、この時2人で見た鎌倉の風景は
全く違って見えたことでしょう。その後、忠義は浄明寺の隣にあった円福寺で生涯を終えます。その近くには足利忠義の墓があり、忠義は今も安らかに鎌倉で眠っています。